今よりも一歩幸せに、どうも釣りって学べるです。今回は冬の青物について解説していきます。ここでの青物とは、青物御三家と言われる、ブリ、ヒラマサ、カンパチについて解説していきます。青物も落とし込みや泳がせなど様々な釣り方が存在しますが、ここではショアジギングで青物を狙うという観点でお話ししていきます。ただ、あらかじめ正直にお話ししておきます。ショアジギングで冬の青物は他のどの魚よりも釣り上げるのが難しいです。なぜこのようなことを言うかというと、ショアから青物を狙う場合、場所の条件が圧倒的に重要だからです。しかし、寒ぶりという言葉があるように、魚が非常に美味しい時期でもありますし、釣れれば大型のロマンがある釣りでもあります。冬だからこそ最高の一尾を釣り上げたい。そんな方にこの動画が届いてくれたら嬉しいです。それではいつものように結論から見ていきましょう。生態の違いを理解する。暖流を受ける場所。丁寧にそこを攻める。冬の青物釣りでは知識があることも重要な要素になりますので、この動画を見て一緒に学んでいきましょう。そこで本日の目次です。青物御三家の生態。冬に狙うポイントと時間帯。冬青物の釣り方。そして動画の最後には特典パートとして青物御三家の美味しい食べ方をご紹介いたしますので、最後までご覧いただけたら幸いです。コメント欄で冬青物の思い出やおすすめジグなども募集しております。この動画が冬青物の情報交換の場としてご活用いただけましたら嬉しいです。青物最高とか釣れませんなどの一言でも大丈夫です。それでは青物御三家の生態についてそれぞれ確認していきます。まずはブリから見ていきましょう。ブリの適水温は16度から21度で、個体数としては青物御三家の中で最も多いです。ブリはカツオやマグロと同じように数百から数千の大群を形成して大規模に回遊し、そのルートは日本全国に及びます。ブリは全身に油を蓄えているので、冷たい海でも活発に活動することができます。油を蓄えていると聞くと食べてみたくなってしまいますよね。要するに冬に釣れる可能性が最も高い魚と言えるわけです。また、ブリは特定の根に居つくようなことはせずに、ベイトを求めて常に回遊していることが大きな特徴と言えます。次はヒラマサについて見ていきましょう。ヒラマサは一見するとブリと見分けがつかないほどそっくりな魚です。しかし、その生態は全く違うものになります。まず、ヒラマサの適水温は17度から25度で、ブリより高い海域を好みます。そして、ブリとは違い、大群を形成して行動する魚ではありません。小型のうちは数十匹の群れで行動しますが、大型になると数匹程度の小グループで行動するようになります。さらに大型になると単独行動するようになり、ヒラマサがなかなか釣れない要因というわけです。さらに引きの強さはブリの10倍と例えられるほど根に向かって走りますので、熱狂的なファンがいるのもうなずけますね。ヒラマサは先ほど適水温で見たように、ブリより暖かい海域を好む上に、
ブリのような大回遊は行いません。青物は回遊しているイメージがありますが、基本的にヒラマサは根に居つく魚で、冒頭でお話しした場所が重要と言われる理由でもあります。最後にカンパチを見ていきましょう。カンパチの適水温はヒラマサと同じく17度から25度です。カンパチもブリほど大きな群れを形成する魚ではありませんが、ヒラマサよりは大きな群れを作ります。基本的に暖かい海を好みますが、大型ともなれば数百メートルの深海に住んでいるモンスター個体も存在します。ヒラマサをスプリンターと例えるなら、カンパチはダンプカーと例えられるほどパワーが強く、御三家の中では最も大きく、最大約 80kg 程度まで成長すると言いますから驚きですよね。カンパチもヒラマサ同様、大回遊せずに根につく魚で、御三家の中では最もロマンがある釣りと言っていいでしょう。こうして御三家の生態を確認してみると、外見は似ているものの、全く別の魚であることがよく分かっていただけたと思います。この青物御三家の生態については、ブリ、ヒラマサ、カンパチ、人気3種の違いで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。次に、冬に狙うポイントを解説していきます。冬は他の魚と同様に深場を狙うのがセオリーとなります。ただ、ここで他の魚と大きく違う部分は暖流の影響を受けているというのが条件となります。暖流というのは黒潮や対馬海流のことを指しますので、実質西日本より南でなければ釣ることが厳しいというのが冬の青物は難しいと言われるゆえんです。釣りたい魚に合わせて引っ越しできたらどれだけ幸せでしょうか。もちろんこれはジーソや堤防から青物を狙うショアジギングの場合なので、関東などでも沖磯から青物を狙うロックショアと言われる釣りであれば十分に青物を狙うことができます。いずれにしても冬に青物を狙うとなると、東日本に居住する方は沖磯に渡渉するか、九州方面に遠征する方が多いというのが実情のようです。スタートラインに着くまでの条件が厳しい青物ですが、狙う時間帯はどうなのでしょうか。これは他の魚と同様に朝夕のまずめが狙い時ではありますが、冷え込みが強くなる朝よりは、水温が上がってくる日中の方が釣れやすい時があります。つまり狙う時間帯は他の冬の魚と変わらないということですね。それでは釣り方について見ていきましょう。まず、冬であっても海水温が適水温であれば、いつも通りにプラグやジグの素早い動きで問題ありません。では、海水温が低いポイントの場合はどうするのか。ベイトを機敏に追いかけるイメージのある青物ですが、冬ともなればやはり動きは鈍くなります。そこで有効な一つ目の方法はスロージギングです。ですから、スリムなジグで左右に弾くというよりも、フラットなボディのジグで、ゆっくりとスローフォールさせるアクションが効果的になります。そして二つ目がボトムを取れるヘビーウェイトのプラグを使ったただ巻きやストップ&ゴーです。これは深場に潜っている青物に非常に有効ですので、一度試してみてください。それではまとめです。青物御三家は見た目が非常に似ているものの、生態ごとに見ていくと、
ブリは大群で日本中を回遊し、比較的冷たい水も得意。ヒラマサは単独を好み、暖かい海域の根に居つく。カンパチは小さい群れで行動し、暖かい海域の根に居つく。と、全く違うことがご理解いただけたかと思います。この青物は暖流の影響を強く受けるため、冬に青物を絶対釣りたいという場合は、九州方面に遠征している方が多いのが実情です。しかし、スタートラインに立つことができれば、ハイシーズンと同じ釣り方で問題ありません。仮に水温が低いようであれば、魚の動きに合わせてスロージギングで狙うなど、ボトムを意識した釣り方をすることで、冬の青物に出会える可能性は上がるでしょう。そして冬の青物は出会うことが難しい分、釣れれば大型かつ脂がたっぷり乗った極上の個体である可能性が高いです。そんな夢のある釣りに皆さんも挑戦してみてはいかがでしょうか。それでは得点パートです。ここでも青物御三家それぞれに美味しい食べ方をご紹介します。まず脂が乗った寒ぶりはしゃぶしゃぶが絶品です。だしや漬けだれを工夫することでオリジナルに楽しんでみましょう。次にヒラマサですが、ブリと比べるとあまりお目にかかることがない魚なので、まずはお刺身をおすすめします。ブリよりも血合いが少なくピンクがかった身は独特の食感と風味が癖になる一品で、可能であればブリと食べ比べしてみることをおすすめします。最後にカンパチですが、個人的に青物御三家の中で最も美味しいと思っています。カンパチはもっちりとした独特の食感がありますので、漬け丼にしていただくのがおすすめです。青物御三家は何をしても美味しいので、絞るのが非常に難しかったのですが、他にこんな食べ方もあるよという方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄で教えてください。本日の授業は以上となります。冬青物の授業が今後の超過アップの参考になれば嬉しいです。釣りって学べるには、Discord を使った釣りコミュニティ、釣りシティもございます。ジャンル問わず釣り好き同士が集まる仮想都市を目指しております。動画内の超過報告などもこのコミュニティで募集しています。あなたも住人となり、今よりも幸せな釣り生活を送ってみてはいかがですか？登録方法と招待リンクを説明欄に貼っております。説明の通りに操作していただければすぐに登録も終わりますので、こちらも合わせてよろしくお願いいたします。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。こちらもリンクを説明欄に貼っておりますので、リンクをクリックして友達登録するだけなので簡単です。さらにオリジナルステッカーやキーホルダーも販売しています。こちらも説明欄のリンクから購入ページに飛ぶことができますので、よろしくお願いいたします。釣り場でタックルボックスに貼っている人を見かけようものなら泣いて喜びます。釣りって学べるは、今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。
また次の動画でお会いしましょう。